今回の動画ではデジタルのハイゲインにおいて生じるアーティファクト、エイリアスノイズの対策について確認していきます。こんにちは、イサムです。ギター機材を雰囲気じゃなく理解して使うチャンネルです。前回の動画ではデジタル臭さの正体みたいなのを出してみました。これがとても好評をいただきまして、過去にないほどのたくさんのコメントをいただきました。ありがとうございます。で、軽く振り返ると、デジタルマルチなどのハイゲインの時に裏の方で不自然な音が聞こえる気がする、なんとなく感じていたけれどうまく表現できない、そんな違和感を定量的に評価してみた動画でした。折り返し歪み、エイリアスノイズと呼ばれるようなノイズがその正体で、自作のツールを使ってアナログだと起きない、デジタルだと起きるっていうのをグラフで可視化して説明していました。もしまだご覧になっていない方は是非見てみてください。で、この折り返ってくるアーティファクト、エイリアスノイズですが、じゃあどうすればこれを消せるのってのが気になるところだと思います。今回はそこに注目していきたいと思います。その前にまず改めてエイリアスノイズを目と耳で確認してみましょう。それではどうぞ。わかりましたでしょうか？アナログの歪みは非常にスッキリして聞こえますが、デジタルの歪みではギターの音の裏の方でヒューみたいな、そんな音が聞こえていたと思います。今回はよりわかりやすいように手持ちのデジタルエフェクターの中でもエイリアスノイズが大きいものをあえて使いました。デジタルの歪みでは内部処理によってこのエイリアスノイズの聞こえ方が機種によって違ってきます。その大きな差を作っている処理がオーバーサンプリングになります。エイリアスノイズはデジタル変換における数学的なノイズなので、自然感にない出方をするんですよね。なので基本の音が上昇音程の時にエイリアスノイズは下降するんです。先ほどもギターの音は微妙にしかピッチを揺らしていないんですが、エイリアスノイズはそれと調和しない音程の変化をしていました。綺麗な偶数倍の高調波ではないので、不協和音として違和感があるように聞こえます。ここでちょっとだけ、特にオーディオに詳しい人への注釈です。今回の議論ではオーディオにおけるデジアナ変換のオーバーサンプリングの話ではなくて、エレキギターならではの意図的な歪みをデジタルの信号処理で作ることによるエイリアシングについて論じています。ピュアオーディオとは全く違う考え方なので、あらかじめご承知おきください。では、なぜオーバーサンプリングでエイリアスノイズが減少するのかといったところの前に、オーバーサンプリングとは何かについて改めて説明します。ディストーションなどで波形を歪ませると高調波が出ます。高調波とは基準の周波数の整数倍に現れる波のことです。で、歪みが強いほどふんだんに高い方の周波数まで高調波がたくさん出ます。で、簡単のために周波数特性をオレンジのカーブで表しておきます。ここでデジタルの PCM 方式の基本を確認しましょう。PCM では高い音というのはサンプリング周波数の半分の高さまでしか収録できないっていう特徴があります。この高さをナイキスト周波数というんですが、それ以上高い周波数はどうなるかというと、壁で跳ね返るように折り返されるんです。これが折り返し歪みの正体です。これはデジタルだから起きる、 PCM だから起きる現象になります。これを絵で表すとこうなります。もともと表したい信号がオレンジのような周波数特性だったとして、一般的にサンプリングは人が聞こえる音の範囲をカバーできるように設定します。48kHz のサンプルの場合はナイキスト周波数は 24kHz となって、一般に人が聞こえると言われている 20kHz をカバーできるようにしています。なんですけど、オレンジの線のようにナイキスト周波数を超える信号がある場合に、ナイキスト周波数で折り返って聞こえる範囲にノイズとして現れてきます。これが折り返し歪みです。これって言ってみれば、ピッチャーが投げたボールがナイキスト周波数の壁にぶつかって跳ね返ってくるような、そんな感じです。つまり壁を2倍の距離に遠くすれば跳ね返りも弱くなる。これが2倍のオーバーサンプリングをするっていうことです。
折り返す壁が2倍に遠くなるので、そこまで届く間に広域は減衰しています。さらにここで跳ね返るので、折り返す量も減って聞こえる周波数の範囲に入ってこない。オーバーサンプリングにより壁が遠くなって投げたボールが戻ってこなくなる。これがオーバーサンプリングでエイリアスノイズを防ぐやり方です。ただデジタルの歪みで高調波がたくさん出るっていうのは、高い周波数まで届く強い球をピッチャーが投げる感じになります。2倍にしたところで聞こえる範囲に跳ね返ってくる場合があります。ではどうすればこの折り返しが返ってこなくなるか。ピッチャーが優しく投げるのもありですが、それだと音が変わっちゃいますよね。ハイゲインの剛速球のまま聞こえる範囲に折り返さないようにするには、この壁を高くすればいいんです。つまりサンプリング周波数を何倍にも上げる。折り返す周波数を過長帯域よりずっと高くする。それによって剛速球も跳ね返って戻ってこれなくなる。これが高倍率のオーバーサンプリングにすることの狙いです。それでは検証に行ってみましょう。今回はニューラルアンプモデラーにオーバーサンプリングの機能が追加された NAM ON ステロイドというバージョンを作っている開発者がいたので、そちらのプラグインを使っています。 DLC863 ありがとうございます。 Thank you DLC86。 同じ音作りの条件のもとオーバーサンプリングの倍率のみを変えてエイリアス歪みがどのように変化するのかを評価します。条件はこのようになります。NAM としては同じもの、ただし A1 と A2 のバージョン違いを試します。こちらに書いてある、JP's Out of Tune さんのものを使います。で、入力信号には 24km までのスイープ信号経路は PC 内で完結させるということで、アナログの影響を排除しております。で、前回に引き続いてまた今回も自作のツールを使って検証していきます。このツールは GitHub に公開しておりますので、もし興味ある方はご自由にお使いください。で、実際の測定は今回の動画では割愛します。今回の測定を行う前に YouTube の生配信でオーバーサンプリングの効果を確認していました。その時のアーカイブも残っていますので、興味がある方はそちらをご覧ください。一旦この条件でスイープ信号じゃなくギターの音を入れた時の聞こえ方を冒頭のようにスペアノで見ながら聞いてみましょう。ぶっちゃけオーバーサンプリングのない NAM でも安物のペダルと違ってエイリアスノイズは少ないです。さらに2倍のオーバーサンプリングにすることで十分聞こえなくなっているような感じでした。ですがね、今回はあくまで評価ということで、ギターのインプットよりもより厳しい条件であるスイープ信号の場合について結果を見てみましょう。はい、それでは、結果を見ていってみましょう。これ今 A1 でのオーバーサンプリングなしの状態です。この辺やっぱりこういう風に折り返しが出てますね。これがオーバーサンプリングを2倍にするとこうなります。この辺だいぶ薄くなりましたね。でもやっぱりまだこの辺100Hz から 1km の間はこの辺ぐらいにやっぱりまだモヤモヤっとある。1km からもっと上の方だとやっぱりまだ残ってて、結構多分耳についちゃうんじゃないかなって思います。さらに4倍にするとこんな感じでだいぶ薄れてくると。入力がめっちゃ高い方だとまだ少し残ってるけど、でもこの辺だいぶ少なくなってきたかなって感じですね。で、さらに8倍だとさらに静かになった感じで、 A1 は16倍にすると残念ながらノイズが入ってしまったので、うちの PC うちの環境だと処理落ちが発生してるっていう、そんな状況でした。続いて A2 ですね。 A2 のオーバーサンプリングなし、こんな感じでした。で、これをオーバーサンプリング2倍にするとこうなりますと。まだ残ってるねって感じですかね。で、さらに4倍にしてこのぐらいだいぶ綺麗になってきたかな。で、8倍でこんな感じで、うちだと16倍までやってもできましたと。マイナス 66.86 って多分今回の測定の中で一番、折り返しが少なかったのはこの A2 のフルを16倍オーバーサンプリングした時ですね。で、こちらも32倍にするとまともに動かなかったのが、このノイズがガビガビに入っちゃいましたって感じです。じゃあオーバーサンプリングなしの状態で
A1 と A2 ってどう違うのかっていうと、 A1 がこんな感じ、 A2 がこんな感じ。 A2 の方が若干静かかもしれないですね。はい、ということでですね、特に A2 の場合は処理量が軽くなったことも影響してるのかな。16倍のサンプリングでも処理落ちすることなくうちでは実行できました。なのでオーバーサンプリングをすることによって、オーバーサンプリングなし、オーバーサンプリング2倍、4倍、8倍、16倍っていう感じなので、どんどん改善していくっていうことが確認されました。で A1 の8倍よりも A2 の8倍の方がいいし、値はいいし、さらに A2 だと16倍までできるよっていうことを、うちの環境だと16倍までできるよっていう、そういう結果でした。結果を表にまとめるとこんな感じですね。A1 より A2 の方が全体的に ASR が良かったです。でかつ A2 の方が処理量が軽いせいか16倍まで安定して動作することができました。32倍はどちらもまともに動きませんでした。これを視覚的に表すとこうなります。青が A1、赤が A2 です。オーバーサンプリングオフの状態ではこんな感じでした。これがオーバーサンプリングの倍数を高くしていくと A2 においては16倍までいってマイナス66ぐらいエイリアスのない音で測定できました。ということで折り返しによるエイリアスノイズについての対策はオーバーサンプリングが効くということを長官でも視覚的にも確認しました。じゃあこの対策はマルチエフェクターは全部採用すればいいじゃないかってなると思うんですけど、それはちょっと難しいんです。オーバーサンプリング数となると扱うデータの量もそれだけ増える。よってプロセッサーやメモリーの量に影響するんです。マルチエフェクターは歪みの音作り以外にも IR とか空間系、画面の表示などやることが多いので処理量は節約する必要がある。安価なエフェクターだとメモリーやプロセッサーの処理量をケチった部品を使っているので、どうしてもオーバーサンプリングを十分にできなかったりするんですね。で音が良いと世界中で絶賛されているハイエンド機、例えばケンパーはアンプの歪みの段階で16倍のオーバーサンプリングをかけてノイズを物理的に遠ざけているって開発者が言ってました。またフラクタルの AXFX3 などの製品も歪みエミュレーションの裏側で2倍とか4倍のオーバーサンプリングを実施しているようです。ソヌラブのストンプステーションプロも16倍もの力技でナムを動かしています。逆にこれほど強力なプロセッサーを積んだクワッドコーテックスであってもマルチエフェクターとして全体の同時処理や低レイテンシーを最優先しているようで、オーバーサンプリングについての明確な情報はありませんでした。海外のフォーラムでは一部耳のいいユーザーからエイリアスノイズの指摘が上がっているようです。 PC 版のプラグインのように贅沢に何倍ものオーバーサンプリングをハードウェア内部で全ブロックにかけるっていうのは処理能力やメモリの限界との戦いなんです。つまり高級機が高い理由は単にパーツが高いからではなく、超高倍率なオーバーサンプリングをリアルタイムで、しかも超低レイテンシーで処理するだけのバカ高い演算パワーを持った DSP を積んでいるからになります。これらは実機を持っていないので海外の開発者フォーラムや公式のアップデートログを調べた結果ですけどね。とはいえ PC 版であれば無償のナムオンステロイドなどのプラグインを使って PC の有り余る CPU パワーをぶっ込むことで、これら数十万円クラスの高級ハードウェアに匹敵する、あるいはそれを超えるクリーンな歪み特性を手元で再現できてしまうと。これが今のデジタルオーディオの最高に面白いところかなと思います。ということで今回は前回の続きとしてエイリアスノイズに対する正攻法の戦い方を解説しました。今ある機材で何とかしようとする場合は入力する音の広域をあらかじめ切っておくとか、歪みを抑えて高調波を少なくするってことだと思います。でもそれって本来作りたかった音とはかけ離れてしまう可能性もあります。ハードウェアを買い替えるのは簡単にはいかないですけど、ナムなら簡単に試せるので、ぜひ皆さんもオーバーサンプリングの効果を確かめてはいかがでしょうか。あとハードウェアとしては正直単体で聴かなければバンドアンサンブルの中などではエイリアスノイズはバックに漏れて気にならないと思います。ここまで調べ上げてから言うのもなんですが、細かく考えずに楽しむっていうのが一番いいと思ってます。プレイヤーだからギターの演奏を楽しめばいいと思います。それでは今日の動画はここまでです。今回の動画が面白いと思っていただけたならいいねとチャンネル登録をお願いします。励みになります。それではまた次の動画またはライブハウスでお会いしましょう。それではね、バイバイ。